こをちょっと一つまみして、真ん中ぐらいで浮いてくるぐらいがですね、適温かなって思いますね。浮いてくればいいんですね。はい、真ん中ぐらいまで入って浮いてくるぐらいですね。沈みっぱなしとかだったら温度が低いですし。なるほど。はい。で、さっと浮いていきますね。で、あんまりね、これのお鍋やったら2個か多くても3個ぐらい切れすぎるとですね、特に、冷たい冷凍のコロッケなんか急速に温度が下がってしまってきれいに上がらなかったり割れたりしてしまいますので、これご注意ですね。あ、じゃあ一旦解凍というか、なんかそのままちょっと置いといた方がいいんですか？あ、解凍してもいいんですけれども、解凍するとこう柔らかくなってですね、した後にこう壊れたり破れたりする時あるので、冷凍のままの方が冷凍のままもう入れちゃっていいんですか？ただその分入れすぎるとなるほど、温度下がりすぎて割れやすいので、それがご注意いただきたいです。これぐらいの鍋だったら2つぐらいですか？まあ多くてもまあ3つぐらいかな。火加減がねちょっと微妙にあれなんですけど、これちょっとこれもねちょっと入れるとね。まあ大体それでこの場合は5分ぐらいしますとですね、こうコロッケが浮いてきますので、それぐらいが出来上がりの目安になります。あんまりこうねこちょこちょこちょ触りたくなるんですけど、触るとこう破れてしまう可能性があるので、最小限ですね、こうひっつかないように、こうひっつくとですね、そこが割れてしまう原因になったりするので、ちょっと触るのと、まあ、途中1回ぐらいひっくり返すことによって両面きれいに上がりますのでね、そのあたりが1回ぐらいですね。はい、これこうやるのがですね、5分5分ぐらいコロッケの厚みとかによって多少変わるんですけど、大体それぐらいが目安ですね。コロッケってちなみに何かけて食べるのがベストな感じなんですか？まあ、うちの場合はですね、もうそのまま食べてれば一番美味しいです。で、ちょっとお好みでね、味が薄いなとか、お酒の味にしたいとかですね、がっつりご飯のおかずにいってる場合はお好みでおソースをかけていただいて、まあお塩でもいいお塩ですね。そうそう、まあお好みで、せっかくうちのやつはね、いい素材を集めて作ってるっていうので、市販のあまりこう安いおソースをしてしまうともったいないかなと思います。おソースが塩も厳選したものをですね、使っていただければと思います。これちなみに添加物とか入ってないじゃないですか。はい。これ普通のところはなんで入ってんですか、添加物？やっぱり安い材料をまず美味しくっていうのが一番大きいと思いますね。それとあと、まあ、見た目を良くするということで衣にそういった色をつけるのが入っている場合もあれば、お肉のダミーが入っている場合もあるんですよね。そういうダミーの肉に色をつけるための着色料とか、日持ちさせるためのそういう調整剤が入ってたりとかですね、まあ、そういうのも結構使われています。あとはより甘くするために甘くない玉ねぎとじゃがいもをですね、甘味料に入れることによって甘くなったりしますので、そういうものを使う場合もありますね。味が美味しくないとか、ちょっと安いやつでも、濃いやつ美味しくというか美味しいようにできるような添加物とか見た目、そして日持ちいるところでですね、いろいろ使えることが多いですね。まあ、ちょっと一回この辺りでですね、こちらのコロッケはじゃあ、甘さとかはどう？ポテトのこれはですね、じゃがいもと玉ねぎ、そして牛肉の甘みなんかももちろんあるんですけども、若干やはり衣をつけると中身の味が少し薄くなるので、バランスを見て、うちの方では少し砂糖ですね。両方と白お砂糖じゃなくて、ミネラルがたっぷり残っている砂糖という砂糖があります。それを少し入れてます。だいぶこう、そろそろかなって浮いてきてですね、出来上がりに見えますが、もう少しですね。じゃがいもからですね、あんこから調味料からですね、すべてお子さんにも安心して食べていける徹底してこだわってますので、ぜひ一人でも多くなりますね。おいしいっていうトーンですね。つい体からこう健康になってきて、そんなものを作ってこようです。大体こういう感じになってきたらですね、そろそろ出来上がりですね。これ出来上がりの判断って浮いてきたらとかなんかあるんですか？大体そう目安としてはそれが一番分かりやすいかなと思います。浮いたらか、はい、もうこんな感じで浮いてきたらもう出来上がりですね。やはりね、カットなどに少
拭いて油をね切っている。このハート型少しね分厚いので少し時間かかりそうですけど、もう一個の方がねあと同じかなこれはできてるという感じですね。